皆さん、こんにちは。幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。先日、おすすめの街というビデオで池袋を紹介したんですが、とても人気があったので、今日はまた東京のおすすめの街を紹介したいと思います。今回の街は私が一番よく行く街、渋谷です。東京に行ったことがある皆さんは、渋谷は行った人も多いと思います。スクランブルクロッシング、スクランブル交差点が有名ですよね。ここはもう日本人より外国人の旅行者の方が多くて、英語やスペイン語、中国語や韓国語、いろいろな国の言葉が聞こえて、もう日本じゃないみたいです。今、私は渋谷の近くに住んでいるんですが、ずっと前からこの街が好きで、買い物をし始めて、もう25年以上が経っています。その間に渋谷の街はすごく変わりましたが、昔からある店もあります。渋谷には本当にたくさんの面白い店があるんですが、今日はその中でもアニメ、漫画、ゲームが大好きな人におすすめのスポットを紹介します。私が子供の時から行っている店や新しい店、日本人のオタクが行くスポットなどを紹介します。このビデオを見れば渋谷の街に行くのがきっと楽しみになると思います。皆さんが行ったことがない店もあるかもしれません。最後まで見てみてくださいね。パルコ。最初に紹介するのはゲームファンと少年ジャンプコミックスが好きな人には絶対行ってほしいところ、パルコです。このパルコというビルはファッションビルといって、建物の中にグッチやエルメスなどハイブランドの店がたくさん集まっています。ここに本当にゲームグッズの店があるのかなと思ってしまうようなおしゃれなビルなんですけど、6階のフロアだけ他のフロアとは全然違う雰囲気で、初めて来た人はびっくりすると思います。このフロアには任天堂ショップ、ジャンプショップ、カプコンストア、ポケモンショップ、ゴジラストアがあって、もう全部人気の店なので、いつも賑やかです。このフロアに行ったら楽しすぎて、もう帰れない人もいるかもしれません。お金もなくなっちゃうかもしれません。でも本当におすすめです。このフロアで一番人気なのは、やっぱり任天堂東京です。日本で初めてできた任天堂のお店で、東京はここしかないので、任天堂のゲームファンは絶対に行った方がいいです。マリオブラザーズのグッズはもちろんありますが、みんな大好きゼルダの伝説、あつ森と呼ばれている集まれ動物の森、それからかわいいピクミンとたくさんグッズが売っていて楽しいです。広い店なのに週末は人がいっぱいいて、レジには長い列ができています。平日にこのビデオを撮ったんですが、日本人のお客さんはほとんどいなくてびっくりしちゃいました。この日はマリオカートのキャラクター、これですね。これ日本ではヘイホーっていう名前なんですけど、英語だとシャイガイって言うんですね。皆さんの国だとまた名前が違うかもしれませんが、面白いですよね。娘が好きなこのキャラクターのライトを買って帰りました。次に人気があるのはポケモンセンター渋谷です。正直ポケモンセンターは池袋やスカイツリー、日本橋にあるセンターの方が大きいんですが、ここは入り口に
これ見てください。ミュウツーがいてすごくかっこいいです。他のポケモンセンター、メガ東京、池袋にあるものですとか、日本橋にあるデラックスの店に比べて大人が好きそうな、ちょっとアーティスティックでクールなデザインになっているところがいいです。この店でしか買えないもの、アーティストコラボグッズもあるので、ポケモンが大好きな人は行った方がいいと思います。それからこれはカプコンストア東京です。入り口にめちゃくちゃかっこいい竜が波動拳を打っています。かっこいいので毎回写真を撮っちゃいます。子供の時、ストリートファイター2が大好きで、こういう動きの専用のコントローラーを買って毎日すごい練習したのを思い出します。でもダルシムとザンギエフを使う弟にいつも負けてよく泣いていました。その隣にあるのがジャンプショップです。少年ジャンプという雑誌のキャラクターグッズが買えます。この時は呪術廻戦や僕のヒーローアカデミア、配給のグッズがたくさんありました。前に行った時は鬼滅の刃のグッズが本当にたくさんあって、レイアウトが少し変わっていました。その時の一番人気の作品のグッズが一番いい場所にあります。アニメグッズではなく漫画グッズが買える店なので、キャラクターデザインがアニメとは結構違います。アニメグッズが買いたい時には後で紹介するアニメートの方に行くのがおすすめです。この店、私も大好きなのですが、ジャンプコミックスファンの友達はここに住みたい、ここに住めると言っていました。最後はゴジラストア渋谷です。この燃えているゴジラがいるのはここだけみたいで、バーニングゴジラという名前だそうなんですが、すごくかっこよかったです。子供の時からゴジラを見ていましたが、こんなに外国人のファンがいるなんて本当にびっくりしました。ゴジラはかっこいいんですが、可愛いグッズもあって楽しかったです。ちなみにこのフロアは他にもモンスターハンター、モンハンと呼ばれていますが、人気のアニメやゲームなどのポップアップの店があったりして、いつ行っても新しいものを見つけることができます。渋谷に行ったらぜひ行ってみてください。アニメート&マンだらけ。続いてパルコから歩いて3、4分のところにあるビルの紹介です。このビルにはアニメイトとマンだらけという2つのショップがあります。アニメイトは日本で一番たくさんあるアニメショップなので、大きい街に行けば絶対あるお店なのですが、この渋谷にもあります。池袋とか新宿のお店に比べると小さいんですが、私の家から一番近いので時々ここで買い物をしています。新しいアニメや今オンエアしているアニメグッズを買いたい人はぜひ行ってみてください。それからこのビルの地下にあるのがマンだらけです。ここは入り口からもう他の店とは違うちょっとアンダーグラウンドな雰囲気で、階段をたくさん降りていきます。ビデオは少し明るくしていますが、ちょっと暗いので少し怖いかもしれません。異世界に行く感じがしてワクワクします。このマンだらけには本当にいろいろなものが売っています。例えばキャラクターのフィギュア、古いおもちゃ、ヴィンテージの古くて高いものも結構たくさんあります。レアなポケモンカードもあります。でもメインはやっぱり漫画です。中古、セカンドハンズですね。古い漫画が多いです。古い雑誌も多くて、昔の少年ジャンプ、その時は
200円で買えたジャンプが今は5000円で売っていたりします。ジャンプ捨てなきゃよかったなって思っちゃいますね。あと、アマチュアの人が書いたファンアートの本、同人誌も売っています。昔に比べて少し売っているコーナーが小さくなった気がします。私は高校生の時からこのマンだらけがお気に入りで、渋谷に行ったらここに来ていました。その時はコスプレしたスタッフさんがステージで歌を歌ったりしていたんですが、もうそんなサービスはなかったです。でもコスプレしたスタッフがいる日があって写真も撮れるみたいです。同人誌をメインに買いたい人は池袋や中野のマンだらけの方がたくさんありますので、そちらに行った方がいいかもしれません。でもこの渋谷の店も店の中で迷子になっちゃうくらい広いですし、宝探しをしているみたいな気分で楽しいです。サブカルチャーが好きな人にもおすすめです。新しいものが欲しいときはアニメートで、古いものが欲しいときはマンだらけに行ってグッズを探してみてください。ヴィレッジヴァンガード渋谷店。次に紹介するお店は私が本当に大好きで毎月行っているお店、ヴィレッジヴァンガードです。渋谷駅の中にあってすごく便利です。1階は本屋で人気の漫画からちょっと個性的なものまで面白い本がたくさん売っています。2階はキャラクターグッズがメインでアニメ、漫画、ゲーム、ジブリ、サンリオまで何でもあります。お菓子や変なお土産まであって、店の中は狭いところもあったりカオスなんですけど、毎月来ても楽しいです。私の生徒さんと渋谷に行くときは絶対にここに来ます。日本のいろんなキャラクターグッズを一気に全部見たい、そんな人にはすごくいいところです。詳しくは別のビデオ Exciting Bookstore 面白い本屋さんで紹介していますので、もっと見たい人はこのビデオをチェックしてみてください。渋谷ツタヤ。ここはスクランブル交差点の目の前にあるので、渋谷に行ったら絶対見ているビルなんですが、中はオタクたちが楽しい店がたくさん入っています。例えばポケモンカードのラウンジとか、VTuber のグッズが買えるフロアとか、日本の CD や雑誌が買えるところもあるんですが、私がおすすめしたいのはこのビルの3階と4階にあるシェアラウンジです。入り口にはかっこいいフィギュアがあってワクワクします。フィギュアに囲まれながらコーヒーが飲める、そんなところです。このシェアラウンジは1時間1650円を払うと飲み物、お菓子が食べ放題、飲み放題で、日本の漫画も読み放題です。3階はカフェみたいになっていて、4階は仕事をしている日本人をたくさん見ます。私も渋谷に行くとここで時々仕事をしたりするんですが、本棚には漫画がこんなにたくさん。しかも今人気の漫画が多くて、もう仕事をできない、漫画が読みたいと思うこともあります。だから行くときはこの本棚の近くには座らないようにするんですが、渋谷の街を見ながらコーヒーを飲んで漫画を読んだりする、そんなリラックスするときにも使います。3300円出せばお酒も飲めるので、お酒を飲めながら漫画を読むこともできます。お菓子も種類がたくさん。日本のアイスクリームや冷凍食品も食べていいビュッフェスタイルなので絶対に楽しいと思います。コーヒーもスターバックスのコーヒーですから、この料金は安いと感じます。
このTSUTAYAのシェアラウンジは他にもあって、渋谷駅近くの桜ステージというビルにあるシェアラウンジもおすすめです。ここはTSUTAYAにある本を全部読んでいいので、コーヒーを飲みながら日本の本をじっくり選びたい人には最高です。渋谷の旅に疲れたらここに来てゆっくりしてみてもいいですね。ということで、たくさんのお店を紹介してみましたが、面白そうだと思ったところはありましたか？渋谷はこの25年でとても変わりました。これからも変わっていく街、いつも新しいものがある街だと思います。まだ行ったことがない店があった人は、ぜひ次の旅行で行ってみてください。このチャンネルでは漫画やアニメについて優しい日本語で話しています。皆さんがもっと日本のアニメ漫画を読んだり見たり楽しめるようにお手伝いできたら嬉しいです。それではまた。